東山区東大路通りから清水寺への参道は茶碗坂と呼ばれ、20軒ほどの陶器店が集まっています。京焼、清水焼の町です。数多くの名工を輩出してきた茶碗坂。第一線で活躍する作家たちが拠点とし、京都の焼き物の新しい美を追求しています。その一人が茶碗坂の中腹に工房を構える高尊窯4代目林優子さんです。100年以上の歴史ある窯元で、3代目である父勝之さんとともに清水焼の青磁白磁を作り続けています。高尊窯の初代は青磁を中心に制作。白磁は昭和30年頃から2代目が始めました。乳白色の柔らかな白が特徴で、その製造技術は江戸時代に朝鮮半島から伝わったと言われています。高尊窯の白磁は青紙白磁と呼ばれています。青紙白磁は2代目の祖父であります林高尊が戦後、独自の白磁を自分で作りたいということで調合した白磁になります。青紙というのは中国の楊貴妃と並ぶ四大美人の一人でして、東洋美人の肌の色のような白玉のような綺麗な白磁という意味で青紙白磁と名付けました。青紙白磁の特徴がこの透け方。光が当たると黄みがかった柔らかな光が映し出されます。一般的な白磁と青紙白磁の違いは、白磁の場合は、焼き上げた後に少し青みがかった色味になるんですね。で、青紙白磁の場合は少し黄みがかった色味になるんですけれども、焼き方も少し違うんですが、黒灰がたくさん入っていることによって、温かな、柔らかい白みさと透け感が生まれてきます。牛の骨から作られる黒灰。透光性が高く、この黒灰を独自の配合で土に混ぜることにより、光を透過する白磁が生まれます。青紙白磁を作る上で最も職人の技を要するのがろくろ成形。黒灰がとても原料に多く入っているので、本当に伸びなかったり粘りがなかったりっていうのが成形においてすごく困難な特徴でして、ろくろだとやはり遠心力でどんどん広がっていったりだとか、伸びが悪かったりだとかっていうふうにとても扱いにくい土になってまして、ろくろ成形も本当に困難です。器を2日間乾燥させた後、削り形を整えます。窯で焼くのは2回。800度で7時間ほど素焼きし、釉薬をかけた後、1250度で14時間焼きます。石灰を主原料とする釉薬をつけることで、完成した器に艶やかさが出ます。こうしてできる高尊窯伝統の青紙白磁。絵付けはせず、作品はすべてがシンプル。青紙白磁の白さは本当に他の白磁と比べてもやはりすごく美しいなと私自身も思ってます。優子さんは当初、家業を継ぐ気はなく、服飾店に就職しましたが、そのお店が閉店に。その時、父勝之さんから言われた一言が、この道に進むきっかけとなりました。こういう環境におるから、物を作る世界の方が合うんじゃないかなということは思ってたんですけど、一番身近なとこだから、
やってみたらはということもあったんですけれども。やはりつないできた伝統を自分がやらないと途切れさせるということが分かっていたので、やっぱり自分はつなげていきたいなと思ったので、私自身はまたこの伝統を、息子や娘が伝えていってくれるような形を作れたらなと思ってます。2人のお子さんを育てながら父の下で十数年修行を重ね、高尊釜伝統の白を体得してきました。そろそろ作家としての自分を確立したい。優子さんは2016年から新たな挑戦を始めました。京都東山区で100年以上続く清水焼の窯元高尊窯の白を受け継ぐ陶芸家林優子さん。優子さんは2016年高尊窯の作品に新しい風を起こしました。静止白磁の光が透ける性質を用いた照明です。菊の花がモチーフ。美しく暖かな光が宿ります。ハサミを使って作ることから土バサミと名付けました。土バサミを思いついたきっかけは、和菓子の伝統技法でありますハサミ菊っていう技法を、動画で見たのがきっかけだったんですね。練り切りにハサミを入れて菊の花びらを作っていく、そのハサミ菊の技法を見た時に、あれ、土もハサミで切れへんのかなと思ったのがきっかけでした。丸く成形した土をハサミで切り模様をつけます。土はどんどん乾いていくので、時々筆を使って水分を補いハサミを入れやすくします。慌てて戻しすぎるともうたくさん気泡ができたりして、すごくもうハサミ入れにくいというか、状態がすごく悪くなるので、ちょうどその辺のいい塩梅を探すのが一番苦労しました。このハサミの入れる深さも表面から厚みを少し探りながら入れていくんですけど、深く入れすぎたらまたそこから亀裂が入ってきたりして割れてくるので、細心の注意を払って入れてます。一つの作品を作るのにハサミを入れる回数は2000以上。土が乾いてしまうとハサミが入らないので、大きい作品だと16時間続けて作業することもあります。最初の方は結構無心で切ってるんですけど、だんだん段を重ねていくとすごい綺麗なラインが見えてくるので、綺麗と思いながら切ってます。高尊窯の静止白磁と和菓子の技法ハサミ菊が見事に融合しました。ライトをつけると黄色く柔らかな明かりが灯ります。土バサミの魅力は、切っていくのはぐる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 ずっと円を描いて切っていくんですけども、斜めの線が見えてきますので、その斜めの線を本当に右から見たら右向きに見えたり、左から見たら左向きの線に見えたりして、幾何学模様のようなすごく綺麗なラインを見せられることが魅力ですね。土バサミという技法を自らの技術として確立させた優子さん。照明だけでなく香合や花器、飾り皿とさまざまな作品を作り出しました。土バサミを作っていく中で、自分の中で美しいと思う部分の変化みたいなものが生まれてきて、今はですね、葉っぱとかをつけて立体感を出すものも増えてきまして、そういうちょっと動きを持たせた世界観みたいなのを表現するのもとても面白いなと思って、今はそういった作品も多く作ってますし、あとは着色ですね。真っ白のものをずっと作ってたんですけれども、真っ白のものだけじゃなくて色を入れて、派手な色ではないんですけども、柔らかい色を入れて、その新しい色味の追求みたいなのもしていきたいなと思ってます。
今ある高層のものは高層の伝統として残していかないといけないものであるので、私自身もそこは守っていきたいなと思ってますけども、やっぱり次の時代を担うものは自分の作品もそこへ上乗せしていって、またそれがですね高層の新しい伝統になっていくように頑張っていかないといけないと思ってるので、また新しい高層の世界をたくさんの方に見てもらえるように頑張っていきたいなと思ってます。高尊窯4代目、林優子さん。生から銅へ、白から色のある世界へ。陶芸の新たな未来を模索するその姿は、柔らかな光に包まれています。